はい、どうもこんにちは。今回作るのはこちら。手書き風動画の作り方です。僕といえば、なんかこう、全く仕事に役に立たない男のロマン系を日々ね、投稿してるんですけども、たまには皆さんのね、仕事に活かせるようなノウハウというかテクニックもご紹介できればなと思って、今回はね、手書き風の動画の作り方を紹介したいなと思います。割とこうアフターエフェクツのエフェクトの中にある輪郭検出とかを使って、サクッとね作る方法については皆さんご存知だと思うんですけど、今回は、手書き風の動画テクスチャーを使って、こう重ねて、どんどんこう描画されていくような、動画の作り方をご紹介できればなと思ってます。で、これ結構使い道があって、トラベル系のムービーのオープニングであったりとか、ウェディングのオープニングであったりとか、そういったものにね、なんか使えるんじゃないかなと思って今回ご紹介してみました。一見難しそうに見えて、これただ動画をね、こうどんどん重ねて作ってるだけなんで、意外と簡単です。で、最後にですね、プリコンポジションの中の動画を入れ替えるだけで別の映像の手書き風動画も作ることができるんで、一回ね、作ってしまえば、あとはこう入れ替えるだけで、流用できるというのが非常に便利な点なんじゃないかなと思います。で、今回概要欄の方に今回使っているテクスチャーとか配布してるんで、よかったらねそれを使ってやってみてください。はい、というわけで今回から、できれば毎週土曜日にアフターエフェクツのチュートリアルを更新しようかなと思っておりますんでね、間では機材のレビューとかちょっとした小話みたいなのを挟みながら、毎週土曜日は決まってちゃんとアフターエフェクツのチュートリアルを更新するというのをしばらくやっていこうと思いますので、皆さん見張っておいてください。というわけで早速行ってみましょう。はい、それではやっていきます。今日も今日とてね、セミがうるさいんでちょっと音に入っちゃうかもしれないんですけど、ちょっとご了承ください。今回作るのはこれですね。なんか僕のチャンネルといえば結構なんていうんですか、何の仕事にも役に立たない男のロマン系が多いんですけど、たまにはこういうね仕事に活かせるやつもやろうかなと思って今回作ってみました。こういうね手書き系のやつってウェディングとかでもいろいろ Vlog のオープニングとかいろんなものに使えると思うんで、ご自身のね発想でいろいろやってみてください。でこれ作るのそんなに難しくなくて、今回もこの手書き風のこのテクスチャーも配布するんで、もうそのまま使ってもらったら全然普通に作れるんですけど、どんな感じにやっていくかっていうのを軽く解説すると、こういったねこういう、Photoshop とかでこういう手書きのテクスチャーがこういう手書きのテクスチャがあるんですけど、これをこうフレームごとにこうババババババッと並べていくだけのこういった動画を1個作って、でこれを使って動画をそれぞれ出していくっていう感じなんで、この作り方ちょっとやっていきますね。はい、じゃあまず新規コンポジションを作ります。コントロール N、Mac の方はコマンド N で作ってください。でフレームレート何でもいいんですけど、皆さんが作りたい動画のフレームレートに合わせてやってください。僕今回23977 6にしようかな。名前をじゃあスケッチってこうだっけにします。でデュレーションは5秒でいいや、5秒にしておきます。それで OK をします。そんでここにまず背景になるこの木の板、配布してるこの木の板ですねを置きますと、こんな感じで。でこの上にオールドペーパーを置きます。はい。でこれちょっと紙が大きいんで、左上のこの長方形ツールを選択して、いい具合にマスクをかけといてもらえればなと
後でこのマスク感は調整できるんで、でこれにエフェクトのラフエッジを入れます。先に色かぶり補正入れようかな。色かぶりよいしょ。これ色かぶり補正なんですけど、 CC2018 の方は色合いっていう名前なんで、2019の方は色かぶり、2018以下の方は色合いを使ってください。でこれ入れると、はい、白黒になりますと。でラフエッジ、これですね、ラフエッジ、これを入れると、この、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、このスパッと切ったここのエッジ部分がギザギザにすることができるんで、まずですね、スケールを19、この時点で結構いいんだけど、はい、じゃあスケールを分かりやすいように20と10にしますか。こんな感じで、そうすると紙の縁がこうギザギザになってくれるんで良いんじゃないかなと思います。でここにドロップシャドウ入れます。ドロップシャドウ、これですね。ドロップシャドウ入れ、そんなに影たくさん、いいんじゃないですかね。ざっくりでいいんですけど、理想はですね、影って真っ黒よりもこの背景にちょっと馴染んでた方が美しいんで、若干この汗た茶色っぽくしとくと影のね馴染みが良くなります。こんぐらいでいい気がするな。ほぼデフォルトで、なんとなくこううっすら影がついてればいいんじゃないかなと思いますよ。はい。で、ここまでできたら、ここにですね、新規じゃないや、使いたいね、ムービーを1個置きます。で、僕はなんかこの、バンクーバー、仕事でカナダのバンクーバーに行ったんですけど、その時ね、撮った映像を使いたいなと思います。はい。で、音は使わないんで、音なしで、こんな感じですね。ブーンと走るような。で、これを全部 3D レイヤーオンにして、一旦新規でカメラ作っときましょうか。ここ右クリックして新規でカメラで作れるんで、で種類を2ノード、プリセットは 50mm、で被写界深度はチェック外しておいて、名前はカメラ1で OK です。これで OK をしておきます。でこうすると、こういう風にね、傾けた時にできるんですけど、後々こう傾けた時にこの木の背景がちゃんと見えるように、このウッドのところに、わかりやすいようにこうしとこうか。このね、例えばこういう感じになったとするじゃないですか。どんなカメラワークをつけるかは皆さんのご自由にって感じなんですけど、こうなった時にちょっと木の背景が出ちゃうなって時は、モーションタイルっていうのをね入れます。モーション、これモーションタイル、これをこのウッドに入れときます。で、この出力幅と出力高さを上げると、こんな感じで150ぐらいでいいかな。こんな感じで増えるんで、もうちょっとか、200、使い勝手が良いのではないかなと思います。はい、こんな感じで、これで下準備は OK で、これから手書きのね加工していきます。はい、これをね右クリックして
プリコンポーズします。で、このすべての属性をスケッチに残すっていうのをチェックにね、ハンドドローとしておきましょうか。手書きですね。はい。にします。で、このコンポジション入って、よいしょ。こんな感じになってるんですけど、この動画を一旦ですね、プリコンポーズして、名前をムービーとしておきましょうか。にしときます。で、そうすると、こんな感じで、ムービーのね、レイヤーとかコンポジションができるんで、ここのね、中の動画をこう差し替えると、手書きの方も差し替わるよっていう感じでやっていければなと思ってます。はい、じゃあここから組んでいきます。まず、配布したテクスチャーの中のスケッチの1だったかな。スケッチの1をこの上にコピーして、このハンドドローのやつのコンポジションのサイズ10秒にしとこうかな。こんなたくさんいらないんで10秒にしときます。はい。で、そうするとこんな感じで書かれる演出があるんですけど、このトラックマットか。トラックマットをルミナンスキーマットにするんですけど、もしここのトラックマットが出てないよって方は、この左下に見えるかな、ボタンがあるんで、これで一旦表示してもらって、トラックマットのルミナンスキーマットを選択しますと。そうすると、こんな感じで、カリカリカリと書かれていくようなね、やつができるんですけど、これだけだとちょっと味気ないんで、ちょっとね、加工していきます。このムービーの方、一旦そうだな。このルミナンスキーマットを外して、このムービーの方に、よいしょ。色かぶり補正。CC2018 以下の方は、よいしょ。色合いにします。白黒にし、輪郭検出。これね、輪郭検出を入れたらこんな感じになりますよね。で、これはもうこれで OK なんですけど、これでルミナンスキーマットをすると、こんな感じでシャキ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 と書かれていくような演出ができます。はい。で、これをこのムービーか、下のムービーをコントロール D、Mac の方はコマンド D で複製して、この輪郭検出一旦消します。上の方はね。そしたら白黒になると思うんですけど、ここから徐々にこう描画されていく感じを出すのに、まず暗い部分からこう書かれていくような感じにしたいので、それぞれですね、レベル補正を入れて、ちょっといろいろ要素を分解していきます。よいしょ。わかりやすいように。こうして、この上をですね、キュッと絞ると明るくなって、このハイライトの部分が飛んで、暗い部分だけ残るじゃないですか。こんな感じかな。こんな感じにすると。で、これで、スケッチの2番を載せようかな。2番を載せ、このルミナンスキーマットにはなってるんで、上を表示にして、ちょっと上のやつを、要は今こう、線だけな、ちょっとわかりやすいように、下になんか素材を置きますか。このスケッチの方で配置したこのオールドペーパーのピングの画像をコントロール C でコピーして、このハンドドローの方にコントロール V で貼り付けて一番下に持っていきます。で、サイズを一番大きくしといて、これをですね、選択した状態で右クリックのガイドレイヤーにしといてください。で、このガイドレイヤーって何かっていうと、プリコンポジション内でこのガイドレイヤーとして使ったやつは、
この大元で今プリコンポジションを配置してると思うんですけど、ここにですね表示されなくなるんで、ガイドレイヤーはここのレイヤー内でだけ使うというのがガイドレイヤーになります。これ結構便利なんで覚えておくといいですよ。で、ムービーのやつ選択して、モードをね、どっちも上算にします。そうすると、カキカキされていく感じが出てくるんですけど、で、これを見つつ、ちょっとやっていきますね。このスケッチの方をこうずらしていくと、わかりますかね、こう影が描画されていく感じ。で、ちょっとショートカットキーの R を押して回転とか加えて、なんかその書き味が被らないようにしていきたいんで、この辺かな。はい。最後にちょっと濃さとかは調整できればと思うんですけど、で、ここの開始フレームを15秒ぐらいからにしようかな。そうすると、ちょっとこう、まず輪郭が描かれて、ちょっとこう影が描画されていくみたいな。いいですね。はい、次。このムービーをもう一個コントロール D でコピーします。で、次は、ここのレベル補正を、今ね、ちょっとかなり暗い部分だけで攻めていったんですけど、今度は逆に、よいしょ。こっちに持っていき、全体を一気にグッと締めて描いていくような感じしますね。よいしょ。で、このスケッチをコントロール D で複製して上に持っていき、ちょっとこれだけ、ここのソロスイッチ入れると見えるんで、ここだけでちょっと見ますね。下も入れようか。下のオールドペーパーに入れておきます。そうするとこんな感じで書かれるんで、これのちょっとサイズ感調整して、回転とかもちょっと回しながら、感じかな。で、ソロスイッチを解除すると、よいしょ。もうちょっとずらしておきます。こんな感じで。するとなんかカキ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 っていう感じ。おしゃれですね。いいんじゃないですか。じゃあもう一個入れましょうか。このムービーをもう一個コントロール D で複製して、ちょっと頭を削り、このレベル補正を今度はちょっとどうしようかな。この一番色味が多いところだけに集中させようかな。グッと。こんな感じにしといて、ここに、次はスケッチ1にしようかな。まあこれ何でもいいんですけど、要はそのバラバラにしたいんですよね。書かれていくような要素を。そこだけ把握していただければ、どうやっていただいても構わないんですけど、ちょっとバスの方も描画させたいですね。でもこれはちょっと暗いところをメインにやってるから、この辺がしっかり結構スケール大きくして広めに描画させようかな。で、回転でちょっと回しつつ、
こんな感じがいいかな。いいですね。そんで、もう一個これをコピーして、コントロール D で。で、ちょっとずらし、今度は、もう色、このエフェクトを両方切って、この色をのせていきたいんですけど、今度スケッチ3にしようかな。スケッチ3をのせて、で、消すと、ちょっとずつね、色が。で、これ、モードを乗算じゃなくて、通常にしてください。よいしょ。間違えた。で、これもう一個重ねますね。コントロール D で。重ね。ちょっとずらして。これ、ムービーの方は、ずらしちゃうとデュレーションが変わっちゃうんで、こう前を削っていくような形でお願いします。で、これちょっと回して、セミがうるせえな。そうするとなんかすごい、この木の、ちょうどね、これチョイスした映像が良かったんですけど、こう木がちょうどこう丸で囲まれてるんで、この描画されていく感じに合うんですよね。ほいほい。おお、いいじゃないですか。うんうん。はいはい。で、もう、この感じで基本的には OK なんですけど、ちょっとこれを見て、もうちょっとサイドを足したいとか、色味を足したいという方は、コントロールと Y で全体に調整レイヤーを作り、トーンカーブを入れます。まあ基本的にはこうコントラスト感を調整すれば色も結構決まるんで、トーンカーブを調整レイヤーに入れ、あとはもうこの中でなんか見ながら、もうちょっとこうパキッとした方がいいなって方は、ちょっとこう S 字のカーブをつけてあげるとかですね。していけば、こうよりぽくなると思います。まあ、あんまりはっきり見えない方がいいよって方は、さっきのままでもいいんですけど、しっかり見せたいっていう方はね、これぐらいにしとってもらった方が。うん、いいですね。まあ、かなりね、こう、なんか色鉛筆で描いた感じに近いんじゃないかなと思います。で、まあ、こっからは自由なんですけど、この、今こう、ぬるぬる動画が動いてるじゃないですか。で、これ、個人的にはこれよりもちょっと削られた方が好きなんで、このムービーの中に入っていただいて、このムービーに、調整レイヤーつければいいか。コントロール Y で調整レイヤーを作って、ポスタリゼーション、時間を入れます。これね、ポスタリゼーション時間。僕の大好きな。で、これで今フレームレートが24なんですけど、1コマぐらい削りたいんで、12にしときます。でそうすると、ちょっとね、映像自体が、こう、なんていうんですか、カク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 ってなるんで、ちょっとカクカクするんで、こっちの手書きの感じに、まあ僕はね、合うんじゃないかなと思うんですけど、まあここはもう皆さんの好みなんで、お任せします。まあもちろんこれ写真でもいいですしね、静止画でももちろんかっこいいんで、まあむしろなんか静止画の方が合うかもしれないですね。このスケッチの感じとかで言うと。で、カラーじゃなくていい方は上の2つのレイヤーを外せば白黒で収まるんで、それでやっていただければいいかなと
思いますよ。これ輪郭だけしっかり出した方がかっこいいのかな。先に輪郭線をしっかり出してあげた方がちょっとおしゃれな気がするな。こう画面全体の色合いがこう綺麗だとこういう加工しても綺麗になるんで、そこはちょっと皆さんチョイスするセンスが問われますがいいじゃないですか。はい。で、これで元のスケッチのところに戻ると、こんな感じで書かれてるんで、あとはね、お好きにカメラワークつけるなりしていただければ OK かなと思います。ちょっととりあえず僕つけましょうか。やれるとこまでやりますね。間違えた。で、このハンドドロー。これを、合成モードを上算にしておいてください。はい。それで、この上にテキストで文字書いていきます。僕は冒頭でもあったようなダストマンティップスと書いて、これも 3D レイヤーをオンにして、これにもちょっとスケッチを適用します。3D にして、ルミナンスキーして、ちょっとかすれた感じを出しつつ、この上のスケッチの方にトーンカーブを入れて、トーンカーブねを入れて、ちょっと明るくすればいいのか。明るさの数値を上げると文字が濃くなるんで、こんな感じかな。で、そっか。絵が描かれた後に文字が出た方が、個人的にはおしゃんかなと思うので、この辺にしときますか。で、これでちょっとカメラワークをつけていきます。どうしようかな。ショートカットキーの C を押すと、今アイコンがね、こんな感じでカメラマークになったと思うんですけど、このカメラマークにした状態で、トランスフォームの目標点と位置にキーフレームを打って、右クリックをしながら前を押すとズーム、左クリックをしながら回すと回転するんで、で寄せでマウスホイールの真ん中をクリックしながらすると移動ができるんで、こんな感じでちょっと引こうかな。ずらしちゃった。よいしょ。これで最後のあたりでもうちょっと引いて、にしつつ、Z 回転に最初入れて、最後に Z 回転でこっちの方か、反対の方がいいな。
うん。なかなかいいですね。まあこんな感じで、ちょっと今、映像がちょっと手ぶれしてるんで、ちょっとガタガタ動いてますけど、もうちょっとスタビライズとかかけて止めればいい感じになるんじゃないかなと思います。はい。というわけでね、今回は手書き風のアニメーションを作りました。で、さっきお見せしたんですけど、ここのムービーの中身を入れ替えれば、他のね、映像でもできるし、このコンポジション自体を全部コピーして、もう一回こう組み直せば、いろいろね、カメラワーク付きのスライドショーみたいなのも作れると思うんで、それでやってみてください。というわけで今回は動画をね手書き風に変換する方法を紹介しました。参考になったよって方は高評価またはチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。